はい、どうも夜です。皆さんに報告があります。この動画の投稿で、なんと、動画投稿50本目になりました。いやー、だいたい週に1本のペースで動画を投稿してるんで、50本目を投稿するまでにはかなり時間がかかってますね。さて、今回の動画は動画投稿50本を記念して、この前、秋葉原と中野を歩き回って買ってきたレトロなドラゴンクエストのグッズを紹介しようと思います。今話をしながらすでに古そうなグッズが画面の中央に映ってるので、早く中を見たいっていう人もいるかと思いますので、早速紹介していきましょう。まずはこちらですね。ドラゴンクエスト5天空の花嫁最強のモンスター使いへの導きの書。別にドラゴンクエスト5のグッズじゃなくてもよかったんですが、いい感じに古いのが、これしか売ってなかったので、今回はこれを買いました。ゲームに役立つデータを満載。モンスターカード。モンスター預かり所カードファイル。公式モンスターデータブック。特製ドラゴンクエスト5ワールドマップ。全60枚のモンスターカード。仲間モンスターのすべてがわかる。中古のものを買ったんですが、カードが擦れていて古い感じが出てますね。いや、もし僕が子供の頃にこれ買ってたらもっとボロボロになってると思うけどね。いや、保存状態いいと思いますよ、これ。裏面には中に入ってるものが詳しく書いてありますね。あ、エニックスって書いてあるな。そうか。このグッズは1992年に発売されたものなので、スクエアエニックスではなくまだエニックスの時代のグッズですね。そして実はこのグッズ、ドラゴンクエスト5の音楽が2曲入っている CD も封入されているのですが、ここに書いてあるように著作権に関わるので今回は曲の紹介はできません。じゃあ早速箱を開けてみましょうか。待って。早速なんか入ってないじゃん。ちょっと。というか、そんなことよりこれが気になるわ。誰？わしが有名なモンスターじいさんじゃ。どんなようじゃな？モンスターじいさんってこんなビジュアルだったっけ？なんか目つきがやらしいな。絶対エッチな本大好きじゃん、このじいさん。今気づいたんですが、ファイルの中にカードが入ってました。さっき空間が空いてたのここにカードが入ってたからか。こんな感じで、中にはドラゴンクエスト5で仲間にすることができるモンスターのカードが入っています。カードの裏面には覚える特技とかが書いてありますね。いやー、インターネットがあまり普及してなかった時代にこの情報は貴重だったんじゃないですかね。はい、というわけでモンスター預かり所カードファイルを紹介しました。ちなみに裏面にはこのようなイラストが描かれています。CD はこんな感じですね。曲は流せないのでディスクだけ紹介します。次はこのドラゴンクエスト5のワールドマップを紹介します。広げるとこんな感じですね。おしゃれ。壁に貼って部屋に飾ってもいいかもな。ちゃんと街の名前も書いてありますね。ラインハット、サンタローズ、そして私の好きなカジノがあるオラクルベリー。それとカボチ村。ビアンカのリボンを使ってキラーパンサーが仲間になったのを思い出すな。あれは感動した。グランバニアとかね。なんかこのちょっと古そうな紙に印刷してあるのがまたおしゃれですね。というかまあ実際に30年ぐらい前のグッズなんで本当に古いんですけどね。次は公式モンスターデータブックを紹介します。この本にはモンスターカードの一覧表が載ってますね。あれ？仲間になるモンスターのカード42番まであるじゃん。さっきファイルの中は40番までしかカードなかったよね。カード2枚はどこ行ったんだろう。そしてこの本にはドラゴンクエスト5のプロローグも書かれています。ドラゴンクエスト4からドラゴンクエスト5へつながる話が簡単に書いてあります。ざっくり説明すると、
ドラゴンクエスト4の勇者たちは魔王を倒しました。ドラゴンクエスト5はドラゴンクエスト4の数百年後の親子の物語です。って書いてありますね。超はしょって今、簡単に説明しました。本当はちゃんと書いてあるんで誤解しないでくださいね。そして、モンスターカードの使い方が書いてありますね。なるほど。モンスターカードに自分で情報を書き込んでいくんだ。自分でモンスターの図鑑を完成させる感じだ。子供ってこういうの好きだよね。あとは、武器防具一覧表？それぞれのモンスターが何を装備できるかが書いてあるんだ。うわー、すげー。全部書いてあんのかな？この情報は絶対当時貴重だったでしょう。そして、公式モンスターデータブックの裏側には、杉山浩一さんがドラゴンクエスト5の音楽について話している記事が載っています。これも貴重ですね。ちょっと内容を取っていいのかわかんないんで、僕だけ読んでみますね。ちょっと待っててください。なるほど。いや、さすが杉山さん。はい、読んでみました。内容を簡単に言いますと、ドラゴンクエスト5はシリーズ初のスーパーファミコンのソフトですが、ファミコンのソフトの音楽を作る時より大変ですか？という質問に対して、杉山さんは結局大変なのはいい曲が作れるかどうかです。と答えてます。いやー、ほんとその通りですね。結局大事なのはいい曲かどうかっていうことですからね。それと、ドラゴンクエスト5の曲に点数をつけると何点ですか？という質問には、ドラゴンクエスト5だけではなく、今まで発表したすべての曲が100点です。と答えています。いやー、やっぱりそれだけこだわって曲を作ってるっていうことですよね。それと、杉山さんが気に入っているドラゴンクエスト5の曲は、空を飛ぶ時の音楽と結婚する時の音楽と書いてありました。この本を読んで杉山さんの音楽に対する熱い気持ちを感じました。今回このグッズを買って一番良かったのはこの文章を読めたことだと思いますね。はい、というわけで入ってるものをすべて紹介したんですが、なんかね、箱の中に一緒に古いチラシが入ってたんですよ。このチラシなんですが、スライムのボールとかドラゴンクエスト5のマグカップ、文房具とかが載ってます。そういえば僕も子供の頃に別のスライムのボール持ってたなぁ。家の外から3階の空いてる窓に向かってスライムのボールを投げ入れる遊びとかしてたわ。文房具とか絶対当時の子供たち欲しがったでしょうね。あとね、見てほしいのはね、これよ。僕が子供の頃超読んでたドラゴンクエスト4コマ漫画劇場。超懐かしい。久しぶりにまた読みたいなぁ。大人になってから読んでも面白いかはわかんないんだけど、読んだことがない人はね、ぜひ読んでみてほしいです。というわけで、今回はドラゴンクエスト5天空の花嫁最強のモンスター使いへの導きの書を紹介しました。本当はもう一個のグッズも紹介しようかと思ってたんですが、思ってたよりも今回紹介したグッズが内容盛りだくさんだったので、それは次回の動画で紹介しようかと思います。今回は動画投稿50本目記念特別企画古いドラゴンクエストグッズを買ってみたでした。動画投稿100本目を目指してこれからも頑張ります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いします。コメントもお待ちしてます。